お世話になっております。マサルです。今回は情報処理安全確保支援士対策として UEBA について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題挑戦してください。CIEM を運用している企業において正規権限を持つ従業員による情報の持ち出しを検知するために UEBA を追加導入した。CIEM 単体での検知と比較して UEBA が特に優れている点はどれか。あ、複数のセキュリティ機器から集約したログを時刻順に並べ、基地の攻撃パターンと一致するかを高速に照合できる点。い、特定のファイルへのアクセス回数があらかじめ設定した固定の敷地を超えた場合に即座にアラートを出せる点。う、利用者ごとに日常的な操作パターンを学習し、そこからの統計的な逸脱度、アノマリをスコアリングして検知できる点。持ち出そうとしたファイルの中に個人情報や機密キーワードが含まれているかをパターンマッチングで判別できる点。どれが正解でしょうか？正解はこちらです。利用者ごとに日常的な操作パターンを学習し、そこからの統計的な逸脱度、アノマリをスコアリングして検知できる点。これが UEBA が特に優れている点です。正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは解説していきたいと思います。いきなりですが、もし泥棒があなたの家の合鍵を持っていたら、皆さんはどうやって防ぎますか？頑丈なドアも監視カメラも合鍵を使われてしまったら侵入を防ぐことはできませんよね。サイバーセキュリティも同じです。ID やパスワードが盗まれたり、あるいは悪意を持った社員が不正行為を行うために侵入してしまった場合、外部からの侵入を防ぐ壁、つまりファイアウォールなどではその侵入を防ぐことはできません。そこで今注目されているのが UEBA です。UEBA は User and Entity Behavior Analytics の略です。私は覚えにくいので上の歯、ウエバで覚えています。なお、これはただの覚え方であって、実際に現場で UEBA をウエバと呼んでいる人はいないと思うので、実務においては UEBA という方が無難だと思います。それでは UEBA が何を表すのか一文字ずつ確認していきましょう。U はユーザーです。ユーザーとは人間のことですね。具体的には社員や管理者などを表します。そして E はエンティティです。エンティティというと難しく感じますが、これは PC やサーバー、ルーターなどのものを示す言葉だと思ってください。最後の BA とは Behavior Analytics、行動分析という意味です。ここまでの意味を全部つなげると UEBA とは人や機械の行動を分析して怪しい動きを見つける技術だと言えます。では UEBA の仕組みをもう少し掘り下げていきましょう。UEBA はベースラインから外れた行動を検知します。ここでベースラインという言葉が出てきました。UEBA ではベースラインという言葉がよく出てきます。ベースラインの意味を A さんの例で説明します。A さんは普段東京で朝9時から夕方18時まで働いています。普段アクセスするファイルは営業フォルダの中だけにあります。これが A さんの正常なベースラインです。ある日 A さんの ID が深夜3時に海外からログインして普段見ることのない人事極秘ファイルにアクセスして大量にダウンロードしたとします。UEBA は一人一人あるいは一台一台のいつもの行動をベースラインとして学習しています。なので UEBA はベースラインから外れたこの行動に対してこれはおかしいと判断してスコアをつけます。怪しい動きをすればするほどスコアが下がっていき、セキュリティ担当者に A さんのアカウントが怪しい動きをしていると知らせます。このように
ベースラインから外れたコードを検知して知らせてくれるのが UEBA です。ここで少し補足します。この説明資料の中では AI がベースラインから外れたコードを判断すると記載しているんですが、必ずしも AI がベースラインを判断するわけではありません。こちらは IPA が公開しているゼロトラスト導入指南書の引用です。UEBA の説明を読んでいきましょう。ネットワーク内のユーザーやデバイスによる通常異常な振る舞いをモデル化、分析、検知するサービスのことと定義されています。つまり AI によって提供されているサービスというのは定義されていません。しかし実際には一つ一つを人が判断するのは大変なので AI によって分析されていることは多くあります。よっていろんなサイトの説明では UEBA は機械学習を使ってベースラインから大きく外れたコードを検知すると説明されていることが多いのですが、皆さんにご認識いただきたいのは UEBA イコール AI が手伝ってくれる次世代サービスということではなく、 UEBA というのはユーザーやデバイスの異常な振る舞いを検知するサービスというところはしっかり押さえておいてください。試験対策として IPA が公開している情報をもとに事実の定義をしっかり押さえていくっていうのが大切なポイントです。ということで、先ほどのゼロトラスト導入指南書をもう少し読み進めていきたいと思います。UEBA は利用者の行動の積み重ねによってリスク値が決まっていきます。これのいいところは、個人個人の行動によってセキュリティ対策を実施できる点です。例えば、その個人のスコアが60点を下回ったら〇〇できなくするなど、個人に合わせた柔軟なセキュリティ対策を実施することができる点です。つまり、利用者の利便性も確保しながらセキュリティを強化することが期待できるということなんですね。あとは UEBA と CIEM の違いに関して説明されているので、ここも読んでおきましょう。近年 CIEM はSOC に必要不可欠なセキュリティ製品となってきた。CIEM は多くのエンタープライズシステムやその他のセキュリティツールと連動して、企業全体のセキュリティログとイベントをすべて収集し、これらのイベントを分析してセキュリティチーム向けのアラートを生成する。不審な活動の分析という点では CIEM も不審な行動を可視化する機能を備えているが、 UEBA は複雑な分析ロジックを用いて大量のデータを分析することを前提に設計されているため、ユーザーやデバイスの不審な行動の可視化に特化した分析に優位性がある。ただし CIEM との連携は必要不可欠と考えると書いていますね。つまり何が言いたいかというと、 CIEM で集めたログを UEBA によって解析することで、ユーザーやデバイスの不審な行動を可視化して分析することができるということですね。なので実質的には CIEM と UEBA というのは別々のものというよりかは、 CIEM のプラスアルファの機能として UEBA が存在するようなイメージを持っておかれるといいかもしれません。それではまとめです。 UEBA というのは人や機械の行動パターンを分析して普段と違う動きを見つけます。普段と違う動きをするということは ID を盗んだ犯人だったり内部不正の兆候だったりします。テレワークやクラウド利用が増えて守るべき境界線が曖昧になった現代において、 UEBA はネットワークの中に潜む見えない脅威を見つけ出す優秀な探偵のような存在だと言えますね。ではここで過去問にチャレンジしてみましょう。令和7年度秋情報処理安全確保支援士午前に問い14です。 UEBA の機能はどれか。あ、指紋、静脈などの身体的特徴によって本人確認を行う。い、情報への論理的アクセスを制御する。う、データを USB メモリに格納する際に暗号化する。え、利用者や機器の異常な振る舞いを検知する。どれが正解でしょうか。正解はえ、利用者や機器の異常な振る舞いを検知するのが UEBA の機能です。今回はとってもシンプルな出題でしたが、今後複雑な文言で出題される可能性もあります。先ほど紹介した
ゼロトラスト導入指南書のような IPA が公開している資料の内容と紐付けて IPA が望んでいる答えを導き出せるようにしましょう。最後に間違い選択肢もさっと見ておきましょう。選択肢 A は生体認証や静脈といったその人自身の身体的な特徴を使って本人確認を行う技術です。なので A は生体認証ですね。選択肢の E は誰がどのデータにアクセスして良いかを論理的に管理し、許可されていない人の侵入を防ぐ仕組みです。なのでアクセス制御と言えますね。選択肢の U はデータの暗号化や DLP が該当します。万が一 USB メモリを紛失しても中身が見れないように保護しておいたり、機密情報の持ち出しを制限したりする対策のことを言っています。なので正解選択肢は A ですね。間違い選択肢まで理解できたらバッチリですね。ここでお知らせです。マサルの勉強部ではオンラインコミュニティをやっています。勉強を一人で続けるのが孤独、大変だなと思う方はオンラインコミュニティで一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。皆さんは IPA が公開している組織における内部不正防止ガイドラインという資料を読んだことありますか？内部不正に対するセキュリティ対策もとっても重要な知識なので、ぜひ目を通していただきたいのですが、とはいえ皆さん忙しいですよね。この資料全部読むの大変だと思います。なので私が AI ツールを使ってざっと概要を用意しておきました。まずはこのガイドラインの内容をざっと理解しておきましょう。この資料で言いたいことは、内部不正って他人事じゃないよ、しっかり対策しましょうということを伝えています。現状として営業秘密を漏洩する人が最も多いのは中途退職者だと説明されています。代表的な不正を引き起こす原因が3つ挙げられています。1つが金銭的目的、2つ目が待遇への不満、3つ目がルール違反や気の緩みです。ではそういった内部不正に対して何をするべきか、その対策も説明されています。まずは経営者がリーダーシップをとって基本方針を作成し、リソースを確保して組織全体で取り組む姿勢を示すことが不可欠であると説明されています。そして対策の3本柱として、ルールと体制の整備、技術的物理的管理、良好な職場環境づくりが挙げられています。今回勉強した UEBA は技術的物理的管理の対策に挙げられそうですね。今回は概要だけ説明しているので、もっと具体的に内容が知りたいという方はぜひこちらの資料をご覧になってみてください。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。